皆さんこんにちは。コーチカポエラセンター長のボハーシャです。バトゥーキ読んでますか皆さん、発行累計部数1000万を超える大人気アクション漫画嘘食いの作者佐古俊夫先生が、現在絶賛連載中のおそらく世界で初めてのカポエラを題材とした漫画バトゥーキこちらカポエリスタカポエラ界でも結構盛り上がってます。このシリーズではバトゥーキから見るリアルカポエラということで、実際にこの漫画ねバトゥーキに描かれている、カポエラ、実際のカポエラと照らし合わせてみて、どうなのか、というところを、検証そして解説していきたいと思います。はい、今回はこの6巻ですね。この6巻に描かれている、主人公のイッチが初めてメストレ、お師匠さんですね、メストレアモローゾと譲歩するときに、ジュンゴが歌った歌でメストレが表変してしまうというシーン、こちらを、実際のカポエラではどうなのか、というところを見ながら解説していきたいと思います。実際のカポエラの舞台はサンパウロ、サンパウロ中心部にあるヘプブリカ広場という、公園みたいなところなんですけども、こちらで70年前から毎週日曜日に開催されている世界で一番古くて、歴史のある、ホーダと言われている、ヘプブリカのホーダ、こちらで僕が実際に譲歩してきた時の、動画をもとに見てみようと思います。お相手はですね、世界でも、知らない人はいないんじゃないかっていうぐらいね有名なグーグー・キロンボーダというね、カポエリスタとの譲歩、こちらを、見ていきましょう。さあ聞こえてきました。この歌はメストレ・アモローゾが初めてイッチと譲歩をした時にジュンゴが歌って、ルア先生がその曲はダメと慌てるシーンですね。この曲を聴くとメストレは超実践的な譲歩をするカポエリスタになる。この言葉の通りカポエリスタは歌によって譲歩のスタイルが変わっていきます。実際のカポエラでこの歌が歌われた場合どうなるのでしょう。まずこちら一発目のやりとり、こちらのアルマダに対していきなり軸足を借りに来てますね。こっちも一発目から何かあるかなと思ったんでね、ちょっとジャンプしてアルマーダしたんですけども、もうすでに取りに来てますね。はい、ここから少しお互い牽制し合うんですが、また僕はここでアルマーダを仕掛けてですね、またこう軸足取られないようにジャンプするんですけど、今度はネガチーバから下からもう顔めがけてね、蹴りを出してますが、なんとかそれ当たらずに次メールジコンパスに移るんですけども、バランス崩してる状態ですね。はい、ここで行われているのがボータドゥムンドといって4巻に出てきますね。フォードの周りをこう歩いて回るやつなんですけども、これもですね、上後の仕切り直しというようなね、意味合いで使われたりもするんですが、これも油断してるとね、危なくてですね、今回のこのググがね、途中でこうチラッと後ろの方を、確認してですね、早いメールはジコンパース、ね、こう油断してると危なかったんですが、ここはですね、僕も、読んでたのでね、倒しに行ったんですけど、さすがのグーグー倒れません。こっちも反撃したことでね、向こうもちょっと、さらに攻撃モードになってですね、こちらのケシャーダに対する、シャパジコスタ、もしくはシャパジラトリアと言ったりしますが、綺麗にお腹に入ってますね、これね。はい、もう蹴り抜いてはないんで、そんなダメージもないんですけども、このマフテロに対してもこう、ね、軸足を借りに来てますね。こっちももう来るのが見えたんでね、マフテロを途中でやめてなんとかね、こかされずに済みましたけども、はい、せめぎ合いはまだまだ続きますね。倒れるのを見たいという歌なんでね、グーグーさんもそのリクエストに応えようとしてるんでしょうか。これが最後の応酬になりますが、3巻でジュンゴがルア先生を倒そうとして出したビンガチーバという技ですね。これをグーグーが仕掛けてくるんですが、それをビンガチーバ返しで、返して倒そうとするんですが、グーグーのスピードも速かったっていうのもあるんですが、うまく返せずに逃げられてしまうと。さすが隙がないですね、やっぱりね、グーグーさんも。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。大体6回ぐらいはね、相手もこっちを倒そうとね、攻め込んできてましたけども、実際のカポエラでもこのように、この歌が歌われると、お互いにね、相手をこう倒してやろうという風に譲歩してくるということになります。ですが、カポエラは基本的に勝ち負け、ね、勝敗の部分をゴールにしてないので、お互いをこうむやみに傷つけようとしたりとかノックアウトしようとしたりっていうのは、今回のジョーグを見ても分かると思いますが、一切ねありませんでした。なので、やっぱりそのね格闘の部分っていうのがね根底にあるカポエラですが、これはねこの攻防の駆け引きを駆使した対話ねというふうに捉えるのが、いいと思います。で、そこにはやっぱりですねこうリスペクトっていうのをお互いに持ってるということが大切で、それがあれば、お互いをむやみに傷つけることなく、なおかつ、その技術を競い合いながら相手を騙し合いながら、相手の有利に立とうとしながらっていうゲームですね、これを進めていくことができます。そしてホーダにはいろんな種類のホーダがあってですね、仲間内だけでやるホーダ、仲のいい他団体を呼んでやるオープンホーダ、もしくは今回のようにストリートで行うホーダジフア、ストリートホーダですね。で、このストリートホーダっていうのが一番こう誰が来るかわからない、どんな人が来るかわからない、どういう展開になるか予測が難しい、傾向としてやっぱりホーダ、ストリートで行われるホーダっていうのは結構アグレッシブになることも多いですし、なので、初心者の人たちっていうのは必ずこうホーダジフアに行きたいっていう時は、自分の先生であったり、経験豊富な上級生の人であったり必ず一緒に、行くようにしましょう。日本であってもブラジルであっても、特にブラジルであれば、なんかカポエラやってるというところにいきなり一人でポンと入っていくとやっぱり危険なこともあります。それはですねやっぱりこの歌、音楽、カポエラにとってこの歌とか音楽っていうのがものすごい重要な、要素で、これがしっかり理解できてるかできてないかっていうところで、大きなやっぱり差が出てきます、こういうふうにいわゆるドラクエ風に言うとガンガン行こうぜっていうような歌を、歌って相手はそれをしっかり理解して、じゃあそういうノリで譲歩しましょうってなってるのに、自分は歌の意味が分からず、なんですごいアグレッシブに、こう攻めてくるのか分からないっていうような状況だったりすると、やっぱり、もしかしたら、避けきれずに怪我をしてしまうかもしれないですし、自分が思ってる以上に相手が攻め込んでくるということもあるかもしれないですね。なので、今回のね、バトゥーキで描かれているこの、歌ですね、これがメストレを表現させるっていうのは実際のカポエラでも本当にあることなので、こういうことをしっかりカポエラをする上で理解するっていうのはものすごく大切ですよというお話でした、なので、皆さんバトゥーキ読んでカポエラやってみたい、っていう人はぜひともお近くのカポエラのクラス探してみてください。日本全国いろんな、人たちがカポエラの普及に、日々尽力してますので、それでは皆さん次回もお楽しみください。最後は先ほどの情報ノーカットでご覧ください。